バプールに着いた時の感想。いやー、本当にね、ロンドンから4時間半かけて移動したんだけど、いや、本当にリバプールに来ちゃったんだなーってしみじみと感じましたね。リバプールは新しいものと古い建物、歴史ある建物が混ざった、なんとも独特の雰囲気を持った魅力的な街でしたね。ということで、ロンドンから4時間半かけてリバプールにやってきました。ワクワクの冒険でした。道中はまずリバプールの女子の観戦。結果はですね、1対4で負けちゃいました。残念。ただ日本代表の長谷川唯選手や長野風花選手は見ることができました。3点差で負けてもリバプールのサポーターはカモンリバプールとか、あとプレッシャーリバプールとか、いろんなちゃんとね、それぞれが叫んでてね、一生懸命応援してましたね。すごい乾杯だったんだけど、負けても温かい拍手でしたね。女子サッカー特有なのかもしれないですけどね。ということで、女子サッカーの観戦でした。負けてふえーってなっちゃったよ。そしてこの後アンフィールドに行くことになります。女子のリバプールを見た後、その足でアンフィールドに行きました。いや本当に手忘れ行ったんだけど、最初はこれが本当にアンフィールドに行くのかなってちょっと心配だったんだけど、いやちょっとアンフィールドが見えてきたらすごいワクワクしてドキドキしましたね。で、なんかそのね、アンフィールドのバス停の直前になんか元気な見知らぬ男性の人が The next stop is Anfield って言ってめちゃくちゃ盛り上げてくれて、いやーなんかね、あの時のテンション上がり方やばかったですね。マジでバスから降りてアンフィールドに着いた時に自分がどこにいるのか信じられませんでした。本当にユーラシア大陸を越えてこの場所にいるっていうことがなんだか本当に夢の中のようで、ずっとふわふわした気持ちでしたね。本当に現実なのかなこれみたいな、夢が叶うってこういうことなんだなって本当にね、まだ実感はないんだけど、なんだか涙が溢れて胸がね、なんと言っていいかわからないそんなね気持ちになりましたね。すごい嬉しかった。それは間違いない。今思い出しても泣いちゃうね。なんかね、エモーショナルな感情的になるんだ。いや、アンフィールドでこのようにサラーとか、いやみんなマクアリスター、ガクポ、ファンダイク、ロバートソン、あと女子選手など載ってるたくさんの写真が載ってるところにを撮影したのです。この壁紙めっちゃテンション熱くなったね。あとチャンピオンズウォールね。それから日本の長野選手もアレクサンダー・アーノルドと一緒にいましたね。で、グッズショップですね。グッズショップ、各選手のユニフォームがあって、すごいもうここにずっといたいって思った。ここに永住したいって思った。で結局ね、グッズはね、最初ねサラーのユニフォームを買おうと思ったんですけど、サラーは人気がありすぎて売り切れですって言われたので、代わりにね、ソボスライのユニフォームを買うことにしました。遠藤かソボスライかでちょっと迷ったんですが、
このソボスライの吸い込まれるような瞳を見てたら、やっぱりソボスライが欲しくなったのです。ふにゃ。かっこいいよね。あとタンブラーとお父さんのへのプレゼントにキャップを買いました。ニットマフラーも買ったんでした。そうそう、本当にこのグッズショップにいる時間は夢のよう幸せでした。はい、もうずっとここに住みたいなって思ったぐらいです。アンフィールドいいよね。あとレブロン・ジェームズさんとファンダイクのコラボもやってたみたいです。夜はね、フィッシュ&チップスを食べました。これはホテルで、味はまあ食べられなくはないって感じです。試合当日少し熱心にいた。前の日はしゃいでワクワクしてたからか、ちょっと予定より2時間寝ちゃって慌てる。朝に早く起きて午前中ビートルズ記念館とかそういうプランもあったけど、そうもいかずにゃ。試合開始1時間前、13時にようやくアンフィールド前に着く。食事はね、スタジアム前のストリートでチキンナゲットを食べるもケチャップとチリソースを間違えて辛い思いをした。その後入場ゲートが分からず、結局うろうろしてたら着席は試合開始30分にしたところでやっと入場。ちょっと不安だったけど、席のすぐ下のフロアにラウンジがあって、そこで映像見れたりココやコーヒーのサービスがあったので、やっぱり高い席だったのかな、いい席だったみたいです。アンフィールドの雰囲気はね、やっぱりすごかったですね。アレスとね、ユールネバー・ウォーク・アローンの声がね、本当にね、生で聞くとね、めっちゃ大きくてね、びっくりですよ。
中もね、自然発生の応援でこんな独特の雰囲気作れるのはやっぱりすごいなと思いました。なんかリリアが言った試合でね、入場観客者数最多だったみたいですね。すごいいい時に行った。もうね、本当はね、試合のここがすごかったとかここが見どころだったって具体的に語るべきなのかもしれないけど、もうとにかく雰囲気が最高だったね。もうずっとここにいたいって思った。試合もずっと終わらないでってエモーショナルな気分になった。もう試合中ずっと感動してたです。まあ、試合展開はいきなりね、ブライトのベルベックが決めて一瞬サボンってなったけど、その後攻めっぱなしだったからね、逆転できるはずって楽観的に見てました。まあ、推しのね、ルイス・リアスのゴールは感動しました。うおーってなった。よかった。目の前で見れてよかった。そして後半にね、さらにやっぱり推しのサラーが決めて、いやー本当にね、熱くなりましたよ。嬉しい。ここに来た一番の目的は勇退するクロップさんを見ることだったので、まあ、最後に見れてよかったです。大好きなサラーも本当にゴール見れてよかった。そして日本の遠藤さん、もうかっこいいソボスライ、そして推しのルイス・リアス、みんな見れてよかった。他の選手もみんなね、見れてよかったですよ。いや本当にね、フットボールの良さっていうのを改めて見せてもらった。大好き大好きだぞ。入賞うにゃー、また来たい。帰りはですね、まあみんなが騒いでるところのちょっとね、喧騒を聞いたりしてましたね。アンフィールドの近くの公園からね、この隣にあるアンフィールド、いやー名残惜しいのですが、ふにゃんじっくり眺めて帰りました。その後ね、ホテルでなんかライスとナンが両方ついてるカレー的なのを食べたよ。すごい美味しかったです。イギリスで一番美味しかったと思います。っていうことで、またロンドン観光編に続くかもです。